皆さんこんにちは、魔法使いリリです。今回は私の病気についてお話しします。以前から化学物質過敏症という言葉は出していたので、私が化学物質過敏症であることはご存知の方も多いかもしれません。ですが、私の場合、化学物質過敏症そのものの背景に別の病気が隠れていました。今回は化学物質過敏症だと思っていたら、実は別の病気が原因だったという可能性があるということを、私の体験を通して知ってほしくて、この話をしてみようと思いました。結論から言います。私の化学物質過敏症を含む様々な不調の正体は、ライム病などのマダニが媒介する感染症による慢性疾患でした。何それ、マダニライム病ってなった方も多いと思います。私も初めてこの病気を聞いた時は、正直何それというのが感想でした。最近ではこの病気を公表している有名人もいます。EXILE の ATSUSHI さんや歌手のジャスティン・ビーバーさん、そしてアブリル・ラビーンさんなどですね。ライム病は日本ではまだあまり知られていない病気です。実際に日本語でライム病と検索してみると、出てくる情報の多くは急性期の症状についてのものがほとんどです。私の場合はライム病をはじめとしたマダニが媒介する感染症に複数種類複合感染しており、さらに日本ではあまり知られていない病気だったこともあり、発症してからすぐに病気を特定することができず、適切な治療を受けられない期間が長く続きました。その結果、免疫系や神経系、そして解毒の働きにまで影響が出てしまっている状況になってしまいました。私は化学物質過敏症を発症する前から甲状腺のトラブルや不眠、強い倦怠感、慢性上咽頭炎、脳貧血など様々な不調を抱えていました。そのため化学物質過敏症を発症した後も単純に化学物質だけが不調の原因ではないのではないかと感じていました。そこで私は機能性医学を扱う病院に相談することにしました。その際、先生から20代前半という免疫や代謝の状態が比較的良い時期に、特に大量の化学物質に暴露したわけでもないのにもかかわらず、化学物質過敏症を発症するのは他にも原因がある可能性が高いと指摘されました。その後、自分の血液や尿などの検体をヨーロッパやアメリカの検査機関に送り、様々な検査を行った結果、ようやくたどり着いた結論がライム病だったのです。私の場合、病院を受診するにしても、すでに化学物質過敏症を発症した後だったので、移動や通院そのものが本当に大変でした。それでも通院ができるギリギリの段階で原因にたどり着くことができたのは、今振り返ると本当に幸運だったと思っています。慢性のライム病になったからといって、全ての方が化学物質過敏症になるわけではありません。人によっては慢性疲労症候群になってしまったり、また別の疾患として現れるケースも多くあります。今現在、若くして化学物質過敏症を発症してしまっている方や、いい環境に引っ越しても化学物質が改善しない方、様々な慢性不調を抱えており、何をしてもなかなか改善が見られない方などは、もしかするとまだ見つかっていないだけで、ライム病に限らず別の要因が隠れている可能性もあるかもしれません。原因にたどり着くことは決して簡単ではありません。それでも私自身の体験談が、もしかしたら他にも原因があるかもしれないと視野を広く考える一つのきっかけになれば嬉しいです。私も現在ライム病、そして同じくマダニが媒介するバベシア症と向き合っています。化学物質過敏症もあるため、抗生剤や化学成分を含む薬を使うことが難しく、治療は非常に大変です。それでも私はこの病気を克服し、体調を取り戻して自分の人生を全うしたいと強く願っています。今回の内容は少し重たい内容となってしまったかもしれませんが、最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の内容が参考になったよという方は、
ぜひチャンネル登録や高評価などしてくれると嬉しいです。また次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。